はい、こんばんは。カンパクトダディです。いやー、もうすぐ春ですね。ドライブ。さあ、ダンディファミリーカー始まります。今回ご紹介する車は2019年11月に発売されましたコンパクト SUV トヨタライズでございます。今回はエクステリア・インテリア編です。この車、乗ってみると売れるのも納得。トヨタさんの緻密なマーケティング戦略の勝利です。その辺も含めていつも通りお父さん目線でレビューをしていきたいと思います。ダディファミリーカー、このコーナーは頼む、トールワゴンとミニバンだけは勘弁してくれ。そんな男を捨てきれないわがままダディたちのために納得のファミリーカーを開拓していくコーナーです。今回もネッツトヨタ等と大高の森店さんに撮影協力いただいております。毎度お世話になっております。ありがとうございます。さあ、まずはエクステリア、このライズ。発売開始してからもう1年以上、好印矢のごとし、街中でもかなり見かける大人気モデル。お値頃な価格帯とサイズなので、今なお購入検討候補に入っている方、納車待ちなうという方も多いのではないでしょうか。今回お借りしたグレードは XGZ グレードのうちの Z グレードです。ボディサイズは全長が3995、全幅が1695、全高が1620の5ナンバーサイズ。超コンパクト SUV。力強さをうまく表現していますね。パッと見4メートルに収めたとは思いません。ご存知の通り、このライズはダイハツのロッキーの OEM。OEM って何の略か知ってます？オリジナルイクイプメントマニファクチャリングの略なんですって。さっきヤホーで調べました。エンジンやプラットフォームもほぼ共通です。大きな違いはフロントマスク。幅広感があるので、個人的にはライズの方がデザイン性は高いと感じています。あとは単純にトヨタマークが欲しいなというユーザーもいるのではないでしょうか。最低地上高は 18.5 センチ。リアサスがトーションビームなので名ばかりの SUV ではありますが、街中の段差などでガリッテとなるような心配はまずないでしょう。この試乗車のボディカラーはブライトシルバーメタリック、アルミのようなタフな印象。カラーバリエーションはモノトーンが全8種類、ブラックルーフとのツートンが3種類。トヨタさんらしい選択幅のあるカラーパレット。めちゃくちゃ迷いそうですね。デザインはキャラクターラインを目立たせたタフなテイストでヤリスクロスとも差別化ができています。ラブ4の弟みたいですね。個人的お気に入りのデザインポイントはサイドライン。この車はラインの引き方が非常にうまい。目の錯覚をうまく使っています。目を細めてみれば単純な四角いシルエット。一見タフな外観にも見えますが、実はエッジが立っている場所っていうのはバンパーサイドぐらいなんですね。タイヤ周りのブリスターライン。そしてドア中央のラインのおかげで実際よりも横広に縦方向にも薄く見えちゃうんですね。17インチツートンホイールはこんな感じ。4ナット感を目立たせないいいデザインですね。タイヤはダンロップエナセーブ 19560R17 インチ。やっぱり台形になると存在感出ますね。ただ車両重量がかなり軽いので17インチよりも16インチの方が性能的にはマッチしているかもしれません。サスペンション形式は前輪がマクファーソンストラット、後輪がトーションビーム。4WD モデルでもトーションビーム。結構珍しいですね。乗り心地は後の試乗編でお話しします。さあ、次はフロント F フォーカス。キラリと光るフロントライトが好印象なよくまとまったデザイン。フロントグリルもマウントフジーのような台形とすることで縦方向の間延び感を抑えています。トヨタマークにデザイン線を集めることで遠近感を出してるんですね。ライズと比べると分かりやすいですね。意外かもしれませんが、このデザイン手法はレクサスのグリルと同じやり口です。で、キラッキラのフロントライト。上部のラインは LED クリアランスランプ。下には LED フォグライト。その上には LED イルミネーションランプ。すべて LED。Z グレードはアダプティブオートレベリング機能に加え、ハンドルを切ると曲がりたい方向を照らしてくれるサイドビューランプ機能付き。この充実ぶりは拍手もの。パチパチ。テントパターンはこんな感じです。ウィンカーは横に流れるシーケンシャルタイプ。ちゃんと一つ一つがぼやっと光る処理がされているので、流れにカクカク感がありませんね。細かいけど素晴らしい作り込みだと思います。続いてリアに行きましょう。どしっとした四角ですが、パーツのコントラストのおかげで単調に見せないのが非常にいいですね。横流れすっきりとした印象のライトユニット。最近流行りのライトユニットを出っ張らせることで空力特性もついでに上げちゃおうぜな手法もバリバリに取り入れています。テントパターンはこのようになっております。おー、テールゲート部分もちゃんと光ってますね。ヤリスクロスの時も感動した気がしますが、このセグメントでこれは素晴らしいですね。これだけで安っちさがなくなります。製造コストがね、全然違うんですよね。よく頑張りましたと、ダイハツさん、もっと言えばライトメーカーさん頑張りました。
エンジンルームも見ときましょう。ボンネット裏の静音処理はもう当たり前なんですね。すごいね。パワートレーンは直列3気筒の1リッターエンジン、最高出力は98馬力。駆動方式は FF と 4WD が用意されています。発売当時からエンジンルームスカスカだなぁと思っていましたが、今ならわかります。ハイブリッドシステム搭載を見越しての設計だったんじゃないですかね。今年1月中旬にダイハツさんはトヨタさんと共同開発のハイブリッドシステムを搭載した小型 SUV を発売すると発表していますので、次のマイナーチェンジではロッキーとともにその新しいハイブリッドシステムを搭載することでしょう。エンジンマウント位置は前輪よりも前です。少々フロントヘビー。さあお待ちかねのインテリア。まずはラゲッジから。テールゲートは手動の油圧式。床下にも収納スペース。取り直しかと思いましたが、分かりやすいですね。最大369リットルのラゲッジスペース。ご覧の通り用途に合わせて何でも入るよ。確かに5ナンバーサイズにしては広いですね。車検証やピクニックシート、サッカーボールや買い物かごまでいろいろ入ります。トーションビームサスペンションの恩恵ですね。床面ボードは立てたり1段潜り込ませることもできます。固定用のアンカーも4つあり、応用の幅が広いです。後席は6対4分割可動式。手を伸ばせば倒せる距離感も使い勝手がいいですね。穴を探せばこういった金具のむき出し感っていうのが低コストな印象を与えています。軽自動車じゃ普通なんですけどね。ここで子育て世帯のお父さん目線でもチェックしていきましょう。ダンディチェック。ベーシックサイズの A 型ベビーカー入れてみました。縦置きはもちろん無理でしたが、横置きで入ります。でもこれじゃ買い物しづらいので、ヘッドレストに紐や S 字フックなんかをセットすれば立てかけて固定もできそうです。床面に段差がないので、赤ちゃんの急なおむつ替えなんかにも対応しやすそうですね。続いて後席。Z グレードのドアノブはキラキラメッキ。ドアの内張りはすべてハードプラスティック。質感としては高級感はあまりありませんが、凹凸のあるデザインや表面加工を多用することでのっぺりとした安っちさはあまり感じません。以前のヤリスクロスよりも視覚的な質感は高いかもしれませんね。悪いことは言わねえ。コップはやめとけと。わかりやすいね。では乗り込みます。あれ？びっくりするほど乗りやすかったです。座面が前よりも高いみたいですね。後席の室内空間、とても広く感じます。全長4メートル以下でしょ。壁が薄いんでしょうかね。衝突安全性は後編で確認しましょう。窓上にアシストグリップがあるのはいいですね。おもちゃなんかをぶら下げることができます。我が家ではバイキンマンがぶら下がってます。後席のルームランプに単独スイッチがあります。赤ちゃんのお世話をしたいとき重宝します。身長175センチの私で頭上スペースは手のひら 1,2 枚くらい。膝前空間はご覧の通り、私のシートポジションで13、4センチぐらいの空きがあります。足元空間も足先をちゃんと突っ込めますが、金属のバーが隠れているので、広くはないですね。センターアームレスト裏には USB 端子が2つ。子供たちにも嬉しい装備。ちゃんと蓋がバネで閉じるのも偉い。下にはえぐり込みがありますので、横移動がしやすいようになっています。なんか気配りすげえな。シートはわずかながら1段階のリクライニング機能付き。アームレストはないんですね。ファミリーカーとしてはカップホルダーが欲しかった。粉ミルク作りは難しいかな。はい、ここでもダンディチェック。リアドアには左右ともにチャイルドロックがあります。アイソフィックス金具もしっかりありますね。隠れてるけど。こちらは後席に座った大人の目線とキッズシートに座った子供の目線のリアビューです。全席が低く見えるので圧迫感がないんですね。これでかなり広く感じるんでしょうね。で、リアウィンドウも外がかなり見やすいです。大好きな働く車やたまに見かけるスーパーカーなんかもよく見えることでしょう。恒例のチャイルドシートの使い勝手もチェック。ドアの開口は3段階。回転式のチャイルドシートを乗せましたが、座面も高いし C ピラーも寝ていませんので、チャイルドシートの操作、赤ちゃんの乗せ降りっていうのはかなり楽な部類です。ドアの開き具合も大きいので、お尻が当たるような感じもありません。この点でもヤリスクロスよりも優れていますね。後席からのインテリア前景です。ギア感たっぷり、カクカクした直線を基調としたデザイン。サテンシルバーのアクセントが頑丈なイメージを彷彿とさせます。で、何よりこのサイズで先端アームレストがあるというのも嬉しいところ。ヤリスだとないもんね。
続いて全席チェック。B ピラーはブラックのフィルム。潔い。ドアロックはタッチ式。内張りはというと、素材はやはりハードプラスチックです。肘置きについてはソフトな素材。ビニールっぽい質感ではありますけどね。グリップはサテンシルバー。良いアクセントになっています。質感を上げるんだったらスイッチユニットはもう少し頑張ってほしい感じはありますね。ダイハツさんの共通のユニットなのかな。で、ドリンクホルダーは2本。雑誌とかも入りそう。もう一回言う。コップはやめとけ。前景はこんな感じ。乗り込みましょう。最初に目を引くのは朱色のサイドポケット。サングラスやスマートフォンを入れておきます。充電ケーブル挿しながらシフトノブの前にスマホを置いておくとごちゃついた感じになるので、頭のいい収納方法ですね。若干ガタつきがありましたが、ご愛嬌ですね。助手席下にはアンダートレイが隠されています。マックス 2kg。子供の靴を入れておくと外出先で助かることがあります。抱っこしてると家に忘れがちなんですよね。ステアリングデザインは結局これが一番使いやすいんだよねというオーソドックスなもの。Z グレードは本革巻きのようですね。ステアリングスイッチ類は左側がインフォメーションやアラウンドビュー、右が運転支援とオーディオ系ですね。メーターは右が速度とタンク、左がタコメータ表示の7インチモニター。メーター画面をポチポチいじるのは後編でご確認ください。シートは結構柔らかめ。表面の素材も凝っていていいですね。シートポジションは全て手動。アクセルペダルは吊り下げ式。普段 1.5 リットル以上の車に乗っている人にはちょっとびっくりする大きさのアクセルペダル。軽と共通の部品なのかな。かなり小さいですね。小さいのはいいとして、問題はフロントタイヤのハウジングが出っ張っているので踏み込みがしづらいです。右足の小指がぶつかる感じですね。チルトテレスコは上下のチルトのみ。これはちょっと残念。悪い意味でここはダイハツっぽいですね。ETC いい位置に隠しますね。今度はいい意味でダイハツっぽいな。ぽいぽい。ではポジションチェックしてみましょう。ペダル位置は両足を閉じて伸ばした時に右足にブレーキペダルが位置していますが、若干左寄りですね。さっきも言いましたが、アクセルが奥まで踏み込みしづらいです。ハンドル軸はちゃんと体の中心に配置されていますが、チルトのみなのでドライビングポジションは60点といったところでしょうかね。はい、運転席からの後方視界です。面積も広いし、クォーターウィンドウもあるのでかなり見やすい。アラウンドビューもありますので視覚はほぼないと言っていいでしょう。左前方はサイドミラーがちょっと存在感がありますが、総合的にかなり見やすいです。センターには9インチの T コネクトナビ。通常は9インチディスプレイオーディオ。エアコン吹き出し口にハザードスイッチ。クリアで綺麗だし押しやすい位置ですね。オートエアコンの操作類は物理スイッチおよびダイヤル式。カチカチとしたクリック感はあまりありません。隣にイグニッションボタン。その下には 12V シガー電源シートヒータースイッチ。USB が2口。小物置きトレイに大ぶりなシフトレバー。ダイヤモンドカットのパネルが可愛いです。電動パーキングではなくサイドブレーキレバー。おそらくマイナーチェンジで電動パーキングに改善されると思いますが、その場合この警告のような空間をどのように活用するのかが見ものですね。わずかながら弾力のある肘置きを開ければ深めの収納スペース。オーバーヘッドコンソールには普通のバックミラー、シートベルト、警告灯。マップランプは電球タイプ。個人的にはぬくもりがあって実は LED よりも好き。サングラスホルダーはないけど膝元のポケットがあるのでよしとしましょう。はい、いかがでしたでしょうか。トヨタライズエクステリアインテリア編でした。コンパクトながらたっぷりの収納と後席空間。トヨタさんにはないダイハツさんらしい小さな気配りが随所にあしらわれた内装でしたね。軽自動車から普通車にグレードアップしたいなというユーザーがターゲット層なのかもしれません。逆に普段から 1.5 リッター以上の車に乗っている方には質感という点で不満を感じるところがちらほらといった感じでしょうか。価値観の基準次第ですね。そういう観点で見ると恐ろしくうまくまとまった車です。売れているのも納得ですね。さあ次回は試乗編です。ダイハツの OEM であるこのライズ、乗り心地はどのようなものなのか。はい、それではこの動画を見て、ライズってダイハツの OEM なんだろう？どうせ乗り心地も軽自動車に毛が生えた程度だろうと思っていた方はチャンネル登録&グッドボタンよろしくお願いいたします。そのイメージは次回消えてなくなることでしょう。お父さんになっても自分がかっこいいと思える車に乗り続けてくださいね。それでは全国の姉妹お父さんお母さん、今日も一日子育てお疲れ様でした。次回の動画でお会いいたしましょう。バイビー。